Welcome to Healing モーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日なんですけれども、久しぶりに失礼しました久しぶりにお月様リーディングをしていきたいと思います。まず、今回は水亀座の新月が朝の7時59分に2月の10日に起こるんですけれども、まずその今回の新月であなたの願いが叶うことはということをこちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。そして久しぶりにいわゆるウィークリーリーディング、新月から満月の間の2週間の毎日の流れをタロットとこのオラクルカードで、カードを14枚ずつ並べて毎日の運勢をお伝えしたいと思っています。そしてあなたの、この新月の願いが叶う時期、そしてアドバイスなども見ていきたいと思っています。はい、本日選んでいただきたいのは3択です。一番左の方1番、真ん中の方2番、一番右の方3番になっております。はい、一番左の方、はい、こちらのカードです。はい、そして真ん中の方、このカード、はい、そして一番右の方がこのカードになっております。はい、そしてモーセ姫のショップが開設されました。こういう手作りのアクセサリーですとか、こういうブレスレット販売をしております。興味のある方、ぜひモーセ姫の概要欄からモーセ姫のショップご覧になってください。本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは、今月新月リーディングということで、このお月様のカードをこのルノルマンカードの中に入れて、前後のカードを取って、トータルお月様を入れて9枚のカードを出していきます。じゃあこのカードを逆にして、はい、まずお月様を選びます。よいしょ。おっと、お月様がここにありますね。そしたらまずは大蛇が出ましたね。そしてはい、じゃあまずこれが今回の1番の方の新月リーディング、あなたの願いが叶っていくことということで見ています。はい、まず1番の方、私が感じたのが、1番の方は、複雑な恋愛をしていたりとか、職場に嫌な人というかおつぼね様
どっちかっていうと年下の人かもしれないんですけれども、そういう方に少しあなたが心を痛めているというか、悩んでいる部分もあるかもしれません。もしかすると1番の方は赤ちゃんが欲しいという願いがあって、そういうママ友とか、そういう妊活の友達とかにちょっとなんで私はまだみたいな、そういう気持ちなんかもあるのかもしれません。流れを見ていると、今1番の方の願いがなんかもう少しで叶っていくっていう感じなんですよね。新しい扉が開いていきますというふうに出ていて、ただそのためにはあなた自身が今でも努力されてるとは思うんだけれども、もう少し働きかけるとか、実際に動くとか、そういうものがあるのかなと。ただ無知というカードはいわゆるスピード、そういうものを表すので、もしかしたらあっという間に今回の新月が願いを叶えてくれる可能性はすごくあるのかなと。あれ、今までなんでこんなに悩んでたんだろうっていうぐらい、もしかしたらスムーズに動き出す可能性もあるのかなと思っています。そして今回一番私が感じたのが復活愛かな。今まで滞っていた、例えば恋愛とか、例えばご主人との関係とか、例えば、長い不倫生活とか、そういう今まで眠っていたもの、それが再び動き出す温かいハートで、なんかお互いを受け入れることができる、そういうことを言っているのかなと思っています。そして、このヘビというのは、ライバルとか、苦手な人とか、そういう複雑な関係の方であれば、例えば奥さんとか、そういう人を表すんですけれども、今回ヘビとユリがこのキーというカードを通して出ているので、このヘビはユリが苦手なんですよ。そういう意味ではあなたがこのヘビ、ライバルの女性というか人をなんか抑え込むことができるような新しいあなたの解決法、それをこれから見つけることができますよとか、そういうことを言ってくれているのかなという感じがしています。そしてなんか今まで体調があまり良くなかったっていう方もなんか元気になっていくとか、例えば更年期障害でちょっとね体が疲れていたっていう方も、恋愛というか、セクシャルなことというか、なんかそういうあなたの心のときめきと一緒に体とか心とかも元気になってくるのかなっていう感じがしています。とにかく今回のキーワードというのが、あなたが新しい扉を開くことができますと。で、開くことに対して若干あなたの中のこれ本当にしなきゃいけないとか、もっと頑張らなきゃいけないとか、そういうものがあるかもしれないけれども、そういうあなたの葛藤をくぐり抜けた後っていうのは、あなたにとって本当に新しい世界、そういうものが見えてくるのかなと。すごく穏やかで幸せ、そういうものが出てくるので、このあなたにとっての新月の願いというのが、もちろんここにキーが出ているので叶っていきます。で、叶っていくんだけれども、少し言うことが矛盾するんだけれども、頑張りすぎないようにっていうことと、そして頑張ることで新しい扉が開くんだよねみたいな、そういうふうなことも言ってくれています。とにかく一度諦めたものとか手放したものが再びこの新月で、今回の願いで叶っていく可能性があるのかなというふうに出ています。じゃあ、実際にあなたの今回のこの新月の願いが、これ12ヶ月のカードになるんですけれども、いつ
あなたの願いが叶っていくのかを、はい、まず見ていきたいと思います。はい、これかな。じゃあ見てください。11月です。もしかしたら11月遠いじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、新月の願い、満月の手放しもそうなんですけれども、案外、私も、数ヶ月単位、そして願い事によっては数年単位でかかっていく時もあるので、この年内11月にあなたの願いが叶っていくっていうことなので、新しい扉を開いて、その次のステージにいわゆる立つのが11月というふうに思えば、決して遠い未来ではないのかなというふうに思います。じゃあ今からタロットと、はい、このオラクルカードエンジェルアンサーで14日間の流れを今から見ていきたいと思います。はい、それでは1番の方、上にタロットカード、下にオラクルカード、10日の新月から23日祝日までの14日の流れを見ています。はい、見にくくてごめんなさいね。ですね、なんかこの10日のね、新月からなんかロマンス、すごく素敵なカードも出ているし、なんか復活とか結婚とか、なんかそういうことに対して何の心配もいらないよとか、出てくれています。ちょっとタラタラタラと見せてくださいね。どうしてもね、満月前になると少し不安なこととか出てくるかもしれないけど、1番の方は大丈夫だな。強いです、非常に。よし、じゃあ行きましょうか。まず、このね、10日の新月がこのロマンスのカードと、よいしょ、このコインの2のカードが出てるので、もしあなたがいろいろ恋愛のこととかで悩んでいたとしても、あなたはもうご縁のある方としっかり結ばれるよって、むしろ結ばれているよっていうことを、このなんか今回のこの新月でわかるんじゃないかな。自分の運命の人が誰かとか、まずね、すごく素敵なカードが出ました。そして11日もこのね、心配いらないよっていうカードと、このジャッジメント、審判のカードが出てるので、あなたが白黒をつけることとか、なんか自分の中ではっきりさせることとか、そういうことはもうご自分の直感に任せて、もう心配を投げ出してなんか進んで大丈夫っていうことも言ってくれています。12日の祝日に関しても、あなたが少し、用心深くなっていることとかも大丈夫だからみたいな、もう心配いらないからそのまま進んでいこうねっていうかなり前向きなカードなんですね、オラクルカードが。ただ13日だけに関しては、あなたがなんかこう弱気になってしまったりとか、例えばライバルにこう出し抜かれてしまったらどうしようとか、そういう気持ちがあるかもしれないけれども、この13日に関しては負けるが勝ちみたいな、遠回りをして得をしようみたいな、そういうカードが13日は出ています。そして14日はソードの6、旅行のカードとか、自分の道を決めるにあたってぜひ天使さんにアドバイスをもらってくださいと。そして15日はなんかね、大金運のカードが出ていて、それはいろんな人の助けであなたは大きな成功をしますと言ってくれている。そして16日はソードの2、平和のカードと、
あとあなたが信じるというカードが出てるので、あなたの中にいろいろな疑念とか迷いとかあったとしても、あなたの心を大切にしてくださいと言っています。あと17日はコインの8と、よいしょ、はい、トラストが出ているので、あなたの頑張りたい、この道をやっていきたいっていう道をぜひ自分の信念を信じてマイペースで頑張っていくこと、そして18日の日曜日、はい、ソードのキングと、あとこの主張するというカードが出てるので、この日曜日は例えばデートに行くとか、そういう時も私はこうしたいなっていう気持ちを伝えるとか、あとはいろいろな情報収集をするっていうことも、あなたの意見を伝えるっていうことをお勧めしたいなと思ってます。はい、そして19日。もう19日はですね、ストレングス、ダイアルカナのカードとヒューマンスが出てるので、あなたが頑張りたいことは数ヶ月後には答えが出てくるでしょうと、堂々と自分のやりたいことを頑張ってみて表に出してみてくださいと。コツコツと裏で頑張るんじゃなくて、発表するとか表に出すとか、そういうことを19日の出来事は言ってくれています。そして20日、はい、ここでもまたね、ダイアルカナのデビル、悪魔のカードとオプチュニティが出ているので、20日の日、もしあなたがこのあなたの中で何か悪縁を手放したいのであれば、20日はおすすめかなと。あと20日に何か始めた、いわゆる体に良くないことはもしかしたらあなたの中にルーティンとしてなる可能性があるので、20日はあんまり体に悪いことはしない方がいいかなと思っています。お酒の飲み過ぎとか夜更かしとか、そういう意味では20日は少し気をつけてくださいねと。で、そして21日、ワンドの7とあなた次第だよっていうカードが21日は出ているので、何かあなたの中でやり残したことがあるとか、頑張りたいと思うことがあるんだったら、あなた次第、あなたがやりたいと思うんだったらぜひやってみて、その勇気はきっと叶えられるよと言ってくれていて、22日はこれね、ワンドの9、嬉しい連絡があるっていうのとサクセスが出ているので、22日に関しては、あなたは嬉しい情報を手に入れることができるでしょうと出ています。そして23日、すごく輝かしいカードが出ていて、ワンドのクイーンと、ニアフューチャー、あなたが仕事とかで近々認められるようになりますとか、輝くようになりますとか、恋愛でとても注目を浴びますとか、すごく光り輝きますよっていうことを言ってくれてるので、次の満月に向かってあなたがどんどん伸びやかに元気になっていく、パワーが出てくるような、そういう感じがしています。はい、そして1番のあなたへのメッセージがいつもそばにいるよっていうことと、そして11月、あとはこのカードで、ラッキー星座、そういうものを1番の方にお伝えしたいなと思っています。これかな。はい、出たカードがビルゴ、これは乙女座のカードです。この乙女座の人がまずこの1番の方のラッキーパーソンになるのかなっていうことと、この乙女座っていうのが分析とか秘書とか秘書的な役割とか、細かいところに気がつくとか、整理整頓とか、
そういうことがあなたのキーワードアドバイスになるので、きっと綺麗なお部屋だったりお掃除とかもされてると思うんだけれども、特にこの2週間は徹底的に整理整頓をしてみるとか、断捨離をしてみるとか、そういうのもおすすめなのかなと思っています。はい、これが1番の方へのリーディングとなります。はい、それでは2番の方、今回の新月であなたの願いが叶うことがどういうことなのか、このお月様のカードを入れて、はい、見ていきたいと思います。はい、じゃあカードを裏返しにしていきます。さて、お月様を探していきます。はい、ありました。はい。あ、1枚ずれてる。ちょっと待ってくださいね。ということは、こうか。はい、お待たせしました。なんか2番の方、幸せそうな感じがするんですけれども、いかがでしょうか。すごく最近というか、すごく素敵なあの人に出会いましたとか、あの人から嬉しい、例えば告白を受けました、連絡がありました、何かサプライズがあったとか、すごく素敵な出会いがあったとか、そういうことを、まずこのカードはすごく教えてくれています。ようやく返信が来たとかね、連絡が来たとか、デートのお誘いがあったとか、そういうこともとてもとても考えられるかなと。そして今回の新月からあなたの恋愛がさらに前向きに動き出すというふうに出ています。恋が前に動いていくんですよね。なので付き合いが深まっていくとか、一緒に旅行に例えば行くとか、2人でこういう風な人生を歩んでいこうとか、そういう道筋というか、そういうものが2人で決めていくのかなっていう感じがします。実際に引っ越しをするとか旅行をするとか、そういうあなたにとっての恋愛の門出が来ますよ、来ていますよっていうことを言ってくれています。そしてこれからの未来、今回の新月で今もちょうど願いが本当に動き出しているんじゃないかなと思うんですけれども、特にこれは秋ぐらいにかけてでしょうか。私は今回例えば授かり婚とかそういう可能性もあるのかなって思いますし、赤ちゃんが欲しいと思ってらっしゃる方は赤ちゃんが来てくれる可能性もすごくあるのかなと。それが特に私は秋ぐらいなんですよね。いろいろなあなたが今まで頑張ってきたことの結果、それがちょうど
今動き出して秋ぐらいに大きな収穫というか結果を手に入れれるような気がします。それが金銭的なものかもしれないし、大きななんて言うんでしょう、出世というか報奨っていう感じかもしれないし、あなたが転職、ヘッドハンティング、転職っていうことも考えられるし、なんかね、ようやく赤ちゃんが来てくれるっていう可能性も、なんかすごく出ているなと。でね、赤ちゃんじゃないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと今見えたことをお伝えさせてください。なんかご主人がすごく前向きになんか頑張ってみようよみたいな、そういうことをもしかしたら言われた方もいらっしゃるのかなというふうに思いました。今回は特に恋愛のこと、仕事金銭的なことももちろん出ていて、赤ちゃんのことも出ているんだけれども、あなたが本当に心から嬉しいと思う、あなたが心から願っていることが叶っていきますよ、動き出しますよって出てるので、いやー素晴らしいと思います。ぜひ新月の願い、私のヒーリングに参加していただくのもいいですし、新月の、願いをぜひお月様にお伝えしていただきたいなと思っています。そして特にこれは12ヶ月のカードなんですけれども、今回の新月の願いがじゃあ何月頃に叶っていくのかを、じゃあ見ていきましょう。これかな。ジューンです。6月。6月にはなんか動き出しそうですよ。案外早いんじゃないでしょうか。6月にはね、いろいろ実際にね、もうこれだけも動くというのが出ているので、もうこの時には例えば引っ越しが例えば完了するとか、例えば引っ越し先が見つかるとか、なんかそういうもう実際の動きがあるのかなと思っています。じゃあ今から今日の、新月の流れから次の満月までの14日間のリーディングを今からタロットとカードで見ていきたいと思います。それでは2番の方、この10日の新月から23日日曜日じゃない、祝日ですねまでの約2週間の流れをこのタロットとそしてオラクルカードで出しています。ですね、案外いいんですけど、すごくいいなと思っていて、特にいいのが、特にいいのがこの13日とか、コインの10とイエスが出てるので、もうむちゃくちゃいいんですよね。もう超大吉って感じだし、14日もね、ぜひ積極的に動いてほしいなと思うし、10日、今回の新月があなたにとって大きな生まれ変わり、死神とこれがネクストフューマンスが出てるので、もうあなたにとってこの新月はこれからの数ヶ月を大きく変えていく、あなたの願いを叶えていく、そういう重要な日になりますというふうに出ています。かなりポジティブなカードが出ています。ちょっと見にくいところがあってごめんなさいね。そして逆に気をつけてねっていうのが16日、この日がカップの8とウェイトというカードが出てるので、これはあの人が例えば去っていくのかもしれないとか、あなたの、気持ちがちょっとネガティブになるとか、諦めてしまうとか、そういうものが出てるんだけど、そうじゃなくていいからねとウェイトなので待ってっていう感じです。待ってっていう風に出てるし、あとはこの17日の土曜日が、これがね、コインのキングと、あと今じゃないっていうカードが出てるんですよね。ちょっとカードが切れててごめんなさいね。なのでなんか17日の土曜日に関しては、もし例えば出会いとか
なんかこう何か異性の何かがあったとするならば、あとは仕事のことも考えられるんだけれども、今は動かないでって感じ。これが17日の土曜日のことで、18になるとね、もうコインのエースとこのリマインポジティブというむちゃくちゃポジティブなカードが出てるので、18日の日曜日はむちゃくちゃいいです。あと19日が、これがね、ソードのこれが、8、ソードの8と健康のカードが出てるんですよね。なのでこの日、19日はあなたがこうものすごく精神的に追い詰められるとか、そういう感じになるので、とにかくあなたの健康状態を中立に保つようにしてください。マイナスに考えすぎることなんかしなくていいよと。あと20日この日もこのね、カードが見えなくてごめんなさいね。ワンドの3とあとノーというカードが出てるので、この日は無理に何かを広げたりとか連絡とかをしなくていいよと。そして21日が月か、これがタロットの月と、あとウィズネクストフューウィークスなので、21日はいろいろな不安とか出てくるかもしれない。なんか誰かいるのかなとか、そういう不安が、満月の前になるので出てくるかもしれないけれども、あなたの気持ちがこう明るくなっていくよとか、あなたの考えすぎだよっていうことがきちんとこの数週間でわかるから安心してねというふうに出ている。22日に関してはカップの7とこの状況が良くなっていくよっていうカードが出てるので、22日はこうあなたがいろいろ悩んだりとか迷ったりとか、こう空想がすごく豊かになるんだけれども、もう状況は良くなっていくから安心してねっていうカード。そして23日の祝日なんですけれども、ワンドの10とあとこのノーというカードが出てるので、頑張りすぎ、働きすぎ、責任をこう持ちすぎるほど、それもマイナスというふうに言っています。言っている。なんかね、もうほんとこの10日の新月からね、すごく動きがあって、11日もね、こうもう本当にあなたがやりたいことをどんどんやっていきましょうと。もう願いがどんどん叶っていきますよと。そして12日はあの人のことか仕事のことか、なんかいろいろあなたに悩みがあるかもしれないけれども、許すことがキーワードですとか、そういう風なね感じで出てるので、後半はとにかく頑張りすぎたりとか、ネガティブに考えることがマイナスだよ、頑張りすぎることがマイナスだよって出てるんだけど、もうあなたにとってね、いい状況がもうすぐ変わってくるから楽しみにしてねっていうのが今回のカードかな。じゃあ今回アドバイスでお伝えしたいのが幸せの循環。そして、このね6月というカード、そしてですよあとはあなたにとってのラッキーアイテムを、これ星座のカードなんですけれどもお伝えしたいと思います。これかな。はい、出たカード、獅子座。はい、獅子座のカードが出ていて、獅子座っていうのは自分に自信を持つとか、明るくなる、ポジティブになる、元気になること。そしてラッキーカラーが明るい色、オレンジとか赤なんですね。そして獅子座の人があなたにとってのラッキーパーソン、この2週間のラッキーパーソンになるのかなっていう感じもしています。で、24日がここが満月になるから、どうしてもその数日前とかは満月の影響を受けて少しネガティブになりやすいのかなっていう感じがするんだけれども、このねネガティブを今は満月が近づいているから私もこんなにマイナス思考になってるのかなとか、そういうことが分かったらきっと楽になるんじゃないかなと思っています。よかったらね、ちょっともう見にくくて申し訳ないんですけれども、この14日のアドバイスも取り入れていただければ幸いです。はい、これが2番の方へのメッセージです。
はい、それでは3番の方リーディングをしていきます。このお月様のカードをこの中に入れて、よいしょ。はい、じゃあシャッフルをしていきたいと思います。はい、じゃあお月様を見つけましょう。ありました。よいしょ。はい、お待たせしました。これがね、3番の方のお月様、のリーディングなんだけど、3番の方、最近、本を読むのがすごく好きだったりとか、いろいろこう勉強していたり、なんかもっと手に職を例えばつけたいとか、専門知識をつけたいとか、そういう感じでいろいろ情報を集めてたりとか、なんかその夢に向かって頑張っていたのかなっていう感じがするんです。とても3番の方っていうのは粘り強くって、もしかすると、医療関係とか、お医者さんとか、例えば看護師さんとか、そういう健康を扱うような、そういうふうな仕事をされている方ももしかしたら多いのかなというふうに思っています。で、今回の新月で3番の方がなんかこうしたらいいんだとか、あなたにとって嬉しい情報とか手紙とかコミュニケーションが入ってくるって出てるんですけれども、あなたが悩んでることに対して解決ができるっていうことを言ってるんですね。で、あなた自身のいわゆる力で前へ進んでいくっていう可能性もあるし、人の助け、いやこうしたら例えばいいんじゃないみたいな、そういうふうな情報をもとにあなたがじゃあこうしてみようとか、こういうやり方もあるんだみたいな、そういう形で前に進んでいく、そういうパワーを得ることができるのかなっていうのが今月の新月だと思っています。で、そのやり方とか解決とか、何かあなたがキーを手に入れそうなんですけれども、それによってあなたは大きな力とかパワーとか、例えば金銭的なものとかを得ることができるというふうに出ています。あなたがすごくね、これ幸運が入ってくるよっていうことも出てるし、これご両親かな、なんかボランティア精神っていうのもあるんだけれども、3番の方、私とてもなんか心がすごく清らかな方が私は多いんじゃないかと思っている。もしかしたら複雑な恋愛をねされている方もいるかもしれないんですよ。複雑な恋愛されている方もいるかもしれないんだけれども、なんか私はこれでいいんだっていう、そういう前向きな、力とかバックアップとか、あなたを応援してくれる人とか、そういう人がこれからどんどん現れていく。例えば社内政治とか、あったとしても、なんかすごく力強い人があなたを応援してくれるような、あなたのファンが生まれてくるような、そういう感じがするなというふうに思っています。今回このカードというのがもうほぼ全てポジティブなカードなんですよね。
中立なカードとポジティブなカードが出ていて、ネガティブなカードは一切出ていない。そしてなんかこうあなたがこの頑張ってきたことが、ね、ようやく扉が開くっていう風なことで、なんかオーディションに例えば合格するとか、合格通知を手にするとか、そういう可能性もすごくあるかなと思っています。あとこれがですね、お守りっていう意味もあるんですよね。神社のお守りっていう意味もあるし、あとは漢方という意味もあるので、もしかしたらあなたになんかこうそういう合う神社とか合う漢方っていうのがなんか見つかっていく可能性もあるのかなと。そうするとまたさらに大きなパワーがあなたを見守ってくれていますよっていうことを、このなんか新月が教えてくれるのかなと思っています。すごくこうおじいちゃんおばあちゃん子というか、ご先祖様からのご加護がものすごく強い方。なのでお墓参りとかもね、ぜひ3番の方はおすすめしたいなと思っています。こう人にね嫌われることがないです。なんかこう素晴らしい、なんかもともと穏やかだと思うんですけれども、コミュニケーション能力がね非常に抜群、そういうものも出てるかなと思っています。じゃああなたにとって、あなたの、願い事というか夢が、じゃあこれ12ヶ月のカードなんですけれども、いつぐらいに、あの叶うのかというのを、この12ヶ月のカードで、まず見てみましょう。ジューンです。6月にあなたの願いがもう叶っていくというか、非常にね2番の方と少しカードが似てる部分もあって、まずやっぱりこのキーというこのカードがとてもポジティブなんですよね。ウィッシュカードと言われていて、あなたのこう問題解決ができる、例えば能力とか、こうすればいいんだっていうものがやっぱりもう手に入っている、手に入るので、願いが叶うのもすごく早いのかなというふうに今回感じました。じゃあ今からタロットとオラクルカードでこの新月から満月までの14日間の流れを見ていきたいと思います。3番の方、上がタロットで下がオラクルカード、10日の新月から23日の祝日までの流れを、こういうふうにペアで見ていくんですけど、すっごく人物カードがものすごく出てるんですよね。ソードのクイーンとか、ワンドのキングとか、例えば鳳凰とか、コインのナイト、そしてこれがソードのナイトとかね、なんか人がものすごく、出てきます。特に最初の方の1週間、新月からの1週間はいろんな人の出会いがあったりとか、応援してくれる人が出てきたりとか、逆にここは気をつけた方がいいとかね、あるんですけれども、とにかく人との交わりがものすごく出てくる、まず1週間になるかなと。そして後半がすごい後半がちょっと今見えにくくてごめんなさい。カップの10、もうねすごく幸せなカードとか、カップのエースとこのロマンスのカードが一緒に出てたりとか、これ18日の日曜日とか、もうねカップの9、ウィッシュカードとかですね、20日、そういう風に出てるので、特に後半は精神的な喜びとか恋愛面のこととか、そういうことが大きいのかなというふうに思っています。まず、そうだな。じゃあまず10日の新月なんですけれども、バンドのごとパーフェクトタイミングというのがあって、これはなんか人との口論とかエネルギーのぶつかり合いというのが出ているので、無理
無理して調和しようとしなくていい、むしろあなたはあなたの意見をきちんと言っていいというのが、これが新月、10日の新月、そして11日の日曜日がソードのクイーン、女性のカードと、あとこのヘルプフルピーポーというのが出てるので、あなたにとって11日というのがいろいろな女性の出会いとか、女性があなたのことを助けてくれる、そういうものが出てるんですね。そして12日の祝日は今度はこのイエスというカードが出てるので、あなたにとって仕事だったりとかプライベートでとても応援してくれる人がいると、その人を信じていいっていうことと、この日の出会いっていうのもすごくおすすめだし、あとあなたが何かやりたいことをやりたいって思うのもこの日はすごくいいよっていうことを言ってくれています。逆に13日は鳳凰と、これ考え直すというカードが出ているので、13日にこれはリカバリーか、誰かがカバーをしてくれるっていう意味なので、あなたの身近な人とか、例えば年上の方とかがあなたのフォローというか、そういうことをしてくれる、なんか穏やかな日になっていくのかなと。そして14日は、サクセスとコインの2が出ているので、何か2つ以上のことをやりたいと思うのであればおすすめ。そして15日、はい、この日はコインのナイトと、近い未来というのが出ているので、あなたが、仕事、復職、あの人との関係を進めるのっていうことも、なんか近々チャンスがあるよっていうことを言ってくれている。ただ16日に関してはいろいろな情報とか、この日の出会いとか、この日のデートっていうのはちょっと気をつけてねと、ノーというカードが出てるので、ちょっと気をつけてねという感じです。で17日からがね、これがもう本当にカップの10と、このあなたの直感力を信じてくださいっていうカードが出ているので、もうこの17日は幸せな日。そして一番この日がいいかなと思うのが、これが18日の日曜日、とても精神的に満たされた日、そしてロマンスという風に出てるので、素敵なデート、出会い、ご主人との関係も良好、そういうことを言ってくれています。19日も正義、大アルカナと、もう少しであなたの人生がどんどん開いていくというふうに出てるので、これ法律のカードでもあるし、お互いバランスが取れているっていう意味でもあるので、この日に何か決まるとか、数ヶ月後に向けて動き出すっていうことも考えられるのかな。20日もいいんですよね20日も、はい、これカップの9ウィッシュカードとあなたの道が開けるというふうに出てるので、もう20日の日ももうあなたの願いが叶う日です。で逆に気をつけてはここからかな、21日からがソードの10、精神的にちょっときついカードと、あとあなた次第だよっていうカードが出てるので、頑張りすぎることなく、そしてもし何かあったとしてもそれを障害と捉えるか、それとも神様ありがとうと捉えるか、それはあなた次第だよっていうのが21日。そして22日は、これはソードの2と、もう少しで願いが叶うカードが出てるので、22日は案外穏やかな平和な一日なのかなと。そして23日、この日は戦車のカードと、あとこれ考え直すというカードが出てるので、旅行もそうだし、引っ越しとかもそうだし、23日に関しては大きな決断はしない方がいいよとか、もし乗り物とかに乗るのであれば時間的な余裕を持ってねっていうことを言ってくれてるのかなと思っています。3番の方へのアドバイスが、まずあなたは偉大ですという、はい、これがあなたへの伝えたいことと、そして願いが叶うのが6月。あ
とはこれ12星座なんですけれども、あなたへのこの2週間のラッキーパーソンを見ていきたいと思います。これかな。出たカードがサジテリアス、いて座のカードです。あなたにとっていて座の方がこの2週間のすごくラッキーな人、あなたに幸せを運んでくれる人になるかなと。そしていて座っていうのは海外とか旅行とかそういうことを表すので、実際に自由に動いてみるとか、高度な勉強っていう意味もあるので、例えば海外の本を読んでみるとか、実際に海外に行ってみるとか、留学を考えているとか、そういうふうに外に出ることをおすすめしたいなと。家の中にじっといるっていうよりは、外にアクティブに動くということをおすすめしたいのが、この3番の方へのアドバイスとなっております。よろしければぜひこの2週間リーディングを取り入れていただければ幸いです。以上がリーディングとなります。